おはようございます。桜井です。トランプ大統領の新政策が暗号資産市場を揺るがしています。トランプさんが政府の暗号資産備蓄を作ると発表したことで、ビットコインやイーサリアムなどの価格が一気に急騰。でもその後は下落し、市場の動きは予想以上に荒れています。一部の投資家はついに政府がビットコインを正式に認めたと期待する一方で、これって市場介入じゃないのと警戒する声も上がっています。そして暗号資産業界のトップたちは、政府が持つならビットコインだけにすべきと主張、XRP やソラナ、カルダナは不要だという意見が飛び交っています。なぜそんな意見が出ているのか、そしてトランプ大統領の政策は今後どんな影響を与えるのか、今日はこの話題を投資家目線で深掘りしていきます。最後までご視聴してもらえれば、今後の市場の動きがどうなるのか、自分がどう行動すべきなのかっていうのが見えてくるんじゃないかなと思います。では、まず最初にトランプさんの発表内容と、それに対する市場の反応、こちらから見ていきたいと思います。では、トランプさんの政策発表と市場の反応なんですけれども、トランプ大統領はアメリカ政府が暗号資産の戦略備蓄を持つことを発表しました。要するに政府が公式にビットコインやその他の暗号資産を保有するということです。発表された直後、市場は一気に反応しました。ビットコイン、イーサリアム、XRP、ソラナ、カルダナなどの主要暗号資産が急騰、一時的に大きな買いが入り、数時間で市場全体の時価総額が大幅に増加しました。政府が暗号資産を保有する時代が来たと考えた投資家が一気に買いに走ったというわけになります。これまで暗号資産は分散型であり、政府が関与しないことが魅力の一つでした。でも今回の発表で、ついに国家レベルで暗号資産が認められたとポジティブに捉える人が多かったようです。一方で、この市場の反応っていうのは長く続きませんでした。トランプ大統領の発表からしばらくすると、急騰した価格は落ち着き、投資家の間で、これは本当にいいことなのかという疑問が広がり始めたんです。政府がビットコインを持つということは、果たして市場にとってプラスなのか、それともリスクなのか、この点について投資家や専門家の間では大きく意見が分かれています。次のセクションでは、この政策に対する懸念点や批判的な意見について見ていきたいと思います。では、市場の懸念と批判というところなんですけれども、トランプ大統領の発表に市場が大きく反応した一方で、この政策に対する懸念の声も少なくありません。特に暗号資産の本来の理念である分散性が損なわれるのではないかという指摘が出ています。ビットコインをはじめとする暗号資産っていうのは中央集権的な管理を受けないことで価値を持ってきました。しかし政府が大量に保有することで市場への影響力が大きくなり、結果的に価格操作や管理リスクが高まる可能性があるという懸念があります。また投資家の間では本当に政府がこの資産を適切に扱えるのかという疑問もあります。暗号資産市場は伝統的な金融市場と異なり、ボラティリティが激しく、数時間で大きく価格が動くことも珍しくありません。政府がこの変動に適応できず、むしろ市場の不安定さを助長する可能性も指摘されています。さらに規制の強化につながるリスクもあります。政府が暗号資産を備蓄し始めたことで、今後さらなる管理や課税の対象になる可能性が高まるという見方もあります。例えば暗号資産を政府が準備資産として扱うようになれば、取引や保有に対して新たな制限がかかるかもしれません。こうした懸念が広がる中、暗号資産業界のリーダーたちは、政府が暗号資産を持つなら、ビットコインのみを備蓄すべきだと主張しています。次のセクションでは、業界幹部たちの意見とその背景について見ていきます。はい。では、ここからは、業界幹部のビットコインのみという提案について見ていきます。トランプ大統領の暗号資産備蓄計画に対して、業界の幹部たちは政府が保有するならビットコインのみが適切だと主張しています。コインベースの CEO であるブライアン・アームストロングさんは、ビットコインはデジタルゴールドであり、最も信頼できる価値の保存手段だと述べています。これに賛同する形でジェミニの共同創設者であるウィンクルボス兄弟も政府が備蓄するならボラティリティが高いアルトコインではなくビットコイン一択だと強調しました。
ではなぜ彼らはビットコインのみを推奨するのでしょうか。理由の一つとしてはビットコインの市場における位置づけです。ビットコインは他の暗号資産と違い、開発チームが特定の企業や団体に属しておらず、最も分散性が高いとされています。そのため政府が保有する場合でも、特定の団体の意向に左右されにくいというメリットがあります。さらにビットコインは発行上限が2100万枚と決まっていて、その希少性が金に近いことも大きなポイントです。これに対して XRP、ソラナ、カルダノなどのアルトコインは技術革新が進む一方で中央管理の影響を受ける可能性があるため、政府の準備資産としては不向きだと指摘されています。ただし、この意見には反論もあります。アルトコイン支持者からは、ビットコインだけを選ぶのは暗号資産市場の多様性を無視することになるという声も上がっています。特にスマートコントラクトや分散型金融の発展を考えると、イーサリアムのようなプラットフォーム系の暗号資産も含むべきではないかという意見もあります。では、トランプ大統領のこの政策は今後の市場にどんな影響を与えていくのでしょうか。次のセクションで詳しく見ていきたいなと思います。はい。では、ここからはトランプ大統領の政策が今後市場に与える影響という点について見ていきます。トランプ大統領の暗号資産備蓄政策が今後市場にどんな影響を与えるのか、多くの投資家が注目しています。まず短期的には政府が暗号資産を公式に保有することで、機関投資家の参入が加速する可能性があります。これまで暗号資産に懐疑的だった大手ファンドや年金基金も政府が保有するとなれば資産クラスとしての信用が高まり、大規模な資本流入が期待できます。特にビットコインに対する需要が高まることで長期的な価格上昇の要因になるかもしれません。しかし一方で規制強化のリスクも無視できません。政府が暗号資産を準備資産として管理し始めることで税制や取引ルールが厳しくなる可能性があります。例えば個人投資家に対する課税強化や政府が市場をコントロールするための新たな規制が導入されるかもしれません。また政府が保有することで暗号資産の本来の分散性や自由度が損なわれる懸念もあります。市場が今まで以上に政府の動向に影響を受けやすくなり、価格の急騰急落が頻発する可能性も指摘されています。では、こうした状況を踏まえて、投資家はどう動くべきなのでしょうか。ビットコインのみを重視するべきなのか、それともアルトコインもポートフォリオに含めるべきなのか、最後に今回のまとめと皆さんへの問いかけをしてみたいと思います。では、今回のトランプ大統領の暗号資産備蓄政策について様々な視点から今日は解説してきました。まとめますと、政府が暗号資産を正式に保有することで、短期的には市場が活性化し、機関投資家の参入が進む可能性があります。一方で、規制強化や価格操作のリスクもあり、暗号資産の自由度が損なわれる懸念が残ります。さらに暗号資産業界の幹部たちは政府が保有するならビットコインのみが適切と主張。アルトコイン支持者は市場の多様性を無視すべきではないと反論していて意見は分かれています。ではここで皆さんの意見を聞きたいと思います。トランプ大統領の政策、あなたはどう思いますか？ビットコインのみを保有するべきだと思いますか？それともアルトコインも含めるべきだと考えますか？そもそも政府が暗号資産を保有すること自体に賛成ですか？それとも反対ですか？ぜひコメントで教えていただければと思います。では今日はここまでトランプ大統領の暗号資産政策について解説してきました。ビットコインや暗号資産市場の未来がどうなるのか、多くの投資家にとって重要な話題じゃないかなと思います。市場の変動が激しい今、より柔軟に暗号資産を取引できる方法を知っておくことが大切です。そこで今回紹介するのがみんなのコインです。ではなぜみんなのコインがいいのかと言いますと、現物取引より少額で始められるというメリットがまずあります。暗号資産の現物取引だとまとまった資金が必要になりますが、みんなのコインならレバレッジが最大2倍までで利用できますので、少額からでも効率的に取引ができます。そして買いだけではなく売りからも入れます。相場が下がっている時でも利益を狙えるのが CFD の大きな魅力。ビットコインやイーサリアムが下落局面にあってもショートポジションを取ればチャンスになります。そしてハッキングリスクがなく資産の流出リスクもゼロです。暗号資産 CFD なので実際のコインを保有する必要がなく、取引は先金決済のみです。不正アクセスや盗難リスクがないので安全性を重視する方にもおすすめです。
今後も暗号資産は大きく動いていく可能性があります。少額で始められて相場の上下どちらもチャンスを狙えるみんなのコインは初心者の方にとっても使いやすいサービスになると思います。興味がある方は概要欄にみんなのコインの公式サイトのリンクを貼っておきますので、ぜひチェックされてみてください。では本日の内容は以上となっております。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今回の動画の内容が参考になったと思われたら高評価もよろしくお願いいたします。では最後にお知らせがあります。僕自身暗号資産に関して情報交換できるオープンチャットを用意しています。このオープンチャットでは暗号資産に関していろいろと情報交換できるコミュニティの場となっていますので、興味がある方は参加されてみてください。参加費用は無料です。参加方法ですが、概要欄に僕の公式 LINE を用意していますので、そちらより登録してもらうと自動返信チャットにてオープンチャットのリンクを記載しています。そちらから参加されてみてください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。